これが今回の作業予定です。さあ、今日も頑張りましょう。こんばんは、佐藤ささらです。毎度おなじみ、組み立て、回収作業を担当しています。よろしくお願いします。なお、このチャンネル初ですが、2本目の組み立て回収動画となります。ウップ主によると、今回長くなるかもということで、まあいろいろと考えたみたいですが、結局、今回は2本の動画に分けることになったみたいです。というわけで、今回はちょっと長くなりますが、最後までお付き合いしていただけると嬉しいです。それではそろそろ始めましょう。まずは、糸管から片付けたいと思います。なぜ作り直すのかというとですね、資料の図と模型の部品を比較してみましょう。はい、なんだか違いますね。まあ、そういうことです。もっとも、ミラージュ2000でも機種の不等管がないタイプもありますが、今回は取り付けます。おやおや、回収作業前に何やらお話に熱が入っていますね。あ、ウップ主。すまん、遅くなった。回収作業に必要な素材を探してきたから使ってくれ。待っていたよ。やっと来た。やっぱり真鍮素材なんだね。プラ板もあるよ。まあ、なんだ。せっかく作るのなら丈夫になった方がいいだろ。それはそうだけど、でもね、加工が大変なんだけど。大丈夫。今まで何度もやってきたじゃないか。ささらならできるよ。これらを使って頑張って仕上げてほしい。それじゃあ頑張って、追加で必要なものがあったら連絡くれ。あ、逃げるのは嫌。それでは、糸管作りますね。形をよく見るとですね、先端より下の方はなんだか膨らんでいますね。これを再現します。縦を盛るといった方法が一番に思いつきますが、今回は光で硬化する瞬間接着剤を先端につけて形を整える方法で作りました。考えた通りうまくいけばいいですが、果たしてどうなることやら。形を整えるのに結構苦労しましたね。はい、不等管の完成です。手作業で仕上げたので、精度はこんなものかな。ですが、プラスチックの部品よりも衝撃に強いのでおすすめの工作です。ちなみにですが、不等管とは、飛行機に詳しい方なら説明は不要だと思いますが、簡単に説明すると、飛行機の主翼の先端や下の方、あるいは機首の先に取り付けられているものです。どのような役割かというと、大雑把に説明すれば、これがあることで航空機の速度計が機能するというわけです。まあ、ネットで検索すれば、詳しい内容がわかりますけど、ここでは割愛しますね。流体の速度を計測する装置とか、ベルヌーイの定理なら出てきます。興味がありましたら検索してみるのもいいですね。次は 30mm 機関砲を製作します。キットの部品はというと、はい、機銃口が塞がっていますね。まあ72分の1の飛行機模型をメインに製作している私たちにとってはいつものことですが、30mm 機関砲の製作も実は、先ほどの不等管と同じ方法です。違うのは、真鍮パイプと縦の他に大きめの真鍮パイプを使うということです。先端部分は長さに気をつけてカットします。それと段差はヤスリを使って加工します。そして基部の方は取り付けのために長めに切ります。これで完成です。お手軽な方法で作りましたが、はい、なんとかなりましたね。次は細かい作業になりますけど、エアインテークの上下にある小さな支えですね。実機にはあるのですが、このキットではオミットされています。まあ何度も言うようですが、72分の1ではあるな話ですね。ですが、だからこそ、ここで小さい回収をすることで見た感じも変わります。私が言うと多少自己満足な感じはありますが、これが回収作業の醍醐味ですね。それでは作業開始です。まずは計測からですね。それと素材ですが、真鍮板なら 0.1mm くらい、プラ板なら 0.25mm のものを使用します。取り付ける板の幅に切断し、長い板状にしたら先ほど計測した大きさにカットします。
は先ほど作成した小さい板状のものをエアインテークに取り付けます。ピンセットは必須ですね。そのピンセットですが、ケチらずにある程度いいものを買いましょう。ものすごく高価なものを買う必要はありませんが、安物だとうまくつかめない時がありますので。取り付けできましたね。これでインテーク周りの回収作業が終わりました。まあちょっと歪んでいますが、なんとかそれっぽく見えるでしょう。これで3つの回収作業が完了しましたが、次の作業はまたまた細かな作業です。これも省略されている小さい部品の製作ですね。何箇所かありましたね。小さくて大変ですが、一つずつこなしていきましょう。今回も真鍮素材やプラ板で製作します。作り方ですが、デザインナイフなどで素材を必要な大きさや形に切ります。当然ですが、真鍮素材にプラ用の接着剤は使えませんので、瞬間接着剤を使用します。光硬化タイプの接着剤なので、作業効率が高いですね。難易度的には、慣れたらそこまで難しくないと思いますが、やっぱり説明書になくて自分で考えて実行する作業ってなぜかあまり進みませんね。はい、部品が完成しました。これらの部品ですが、最終組み立て時に取り付けようと思います。ただ、真鍮線を取り付ける箇所には穴を開けておきます。それと、小さい部品の関連で、はい、押し出し穴がありますので、縦で補修して固まった後に紙やすりで成形しておきます。はい、これで回収作業が完了しましたね。私の仕事は一旦完了です。次は最終組み立ての時にまた解説します。まだまだ続きますが、ここまで皆様ご視聴お疲れ様でした。一方、その頃。もしもし、うっぷ主。どうしたつづみ。ちょっと報告事があってね。1話目にやったひそひそ話の件なんだけどね。ああ、紅茶を入れるときはミルクもちゃんと温めて。砂糖の代わりにメープルシュガーを使えば美味しく飲めるという話だったね。砂糖より高くつくけど、冬場にやると格別なんだよね。一体何の話をしてるのよ。じゃなくて、今回のキットを製作する前に話したことなんだけど。ああ、そのことか。で、どうだった？まあ、使えないことはないと思うけど。ただね、実機とキットのものを比較してみると足りないものもあるから。塗装表現よりはデカール表現の方がやりやすいかな。そうか。やっぱり依頼した方がいいかな。そうだね、その方が確実かもしれないよ。わかった。では早速手配しておこう。それではつづみ。足りないマークのデータを早めに送ってくれよ。必要なデカールの形やサイズがわからないと、どうしようもないからね。それじゃあ。また予定変更だね。さてと、ここでどうするか決めかねている作業があります。というのはですね、キャノピーをどうするかです。この段階で接着するか、それとも最終組み立てまで引っ張るか。先にキャノピーをマスキングした後で機体に接着すれば、コックピットをマスキングする必要はないので、今回は先に接着することにします。ただそうすると、接着前にコックピット内を黒で塗装しなければいけないので、つづみちゃんを呼びますね。ささらちゃん、呼んだかな？キャノピーを接着することにしたから、コックピットのこの部分を黒で塗装するのと、キャノピーのマスキングをお願いね。合点承知しました。さて、ささらちゃんより作業依頼がありましたので、再び参りました。コックピットの周りを塗装します。タイミング的に、接着して縦埋めなどの作業が終わった後の方が良いと思い、ここで塗装します。まあ今回はちょっと横着しまして、筆で塗りましたけど、キャノピー内の塗装が完了したら、次はキャノピーのマスキングです。マスキングテープを縁に合わせて細いペンで印をつけます。そしてデザインナイフで先ほど記入した線の部分をカット。これらを貼り付けていき、真ん中部分はマスキングテープを細く切ったものを貼り付けます。はい、マスキングの完成です。
操縦席周りの塗装とキャノピーのマスキングが終わったみたいですね。それでは、移動管とキャノピーを接着しようと思います。不等管は金属製なので、瞬間接着剤を使いまして、接着したら機種部分にパテをつけて整えます。次はキャノピーの接着ですね。ただ、その前に、HUD、ヘッドアップディスプレイを接着するのを忘れないように。これを忘れてキャノピーを接着すると、後で発表しますからね。ヘッドアップディスプレイを接着したら、マスキングを施したキャノピーを取り付けます。位置を合わせまして、流し込みの接着剤を隙間に流して固定します。比較的簡単な作業なので、今までの作業と比較したら楽ですね。接着が完了するまで位置がずれないように注意しましょう。キャノピーの接着が完了しました。お疲れ様。今回はここまでだね。すずみちゃん、もう時間？今回作業が多かったね。お疲れ様。ありがとう。次は塗装作業だね。そうだね。塗料はまだ届いてないからうっぷ主待ちかな。相変わらずだよね。全くうっぷ主は。でも、色がついたら完成に近づいた実感が湧くね。そうそう。早く塗装したいよね。あ、ささらちゃん、そろそろ。そうだね。それでは。最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また、次回の動画でお会いしましょう。